いやー、なんだこの車、エンジンがなんか生きてるね。生き物だねこれ。おお、もう何これ、もうやだ、アクセル踏みたい。我慢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 もうなんか独特ガソリン飲んでる感じがあるね。これいいね。だけどすごい、もうコルベット Z06 の V8OHV エンジン低重心で、それにスイッチャーつけて870ニュートンぐらいかな。こんななんかこうちょっとセレブっぽいセダンに870トンのトルクだからね。まあ前走ってるのウニモーグだけどさ、まあなんかあれもちょっと面白そうだなと思うけど、こいつはやばいのヤン吉だね。ああ、もう早くなんかサーキット撮りたいよこれ。軽井沢北軽の別荘地の中、今優雅にパレードランしてます。ケダラック CTS-V、 シートがなんかこうセミバケット風で、ね、実は革シート貼っつけたんだけど中身デカロだな。パドル、おー、うわー、いい感じの V8 だね。もうなんか最近ダウンサイジングとかもうみんなケチなこと言ってるから、このぐらいの6リッター V8 スーチャー、 MG もね C634.2 リッターぐらいになっちゃったしね、 V8 がね。やっぱ6リッター級で下級エンジンってもう今コルベットとこのキャデラックぐらいだね。 CTS-V ぐらいだね。もうフェラーリも真っ青、ポルシェも真っ青のスーパースポーツセダンです。ちょうど秋が深まってくる北軽井沢、今日はもうドピーカンの天気、朝間も見えるし、僕も実はラリーデビューして大きい大会で優勝したのがこの軽井沢を起点とした、もうちょっと上ですけど、志賀高原ラリーだったので、そこで若い時に2連勝してこの世界に入ってしまいましたから、自分にとってもこの軽井沢はよく冬合宿して、もうかなりガンガラガンでギンギラギンになって走り回ってましたけど、おお速い。さあ ATS-V ですね。こっちは V6 のターボエンジンで、CTS-V とはエンジンが違うんですけど、ベースが ATS ですから、CTS よりも軽くて、なんかエンジンもこっちのちょっとスポーティーな感じがしますね。もちろん V8 とは違った乗り味持ってますけど、本気で走ったらやっぱり ATS の方が ATS-V の方が速いかもと思うんですね。ハンドリングは、車体がちょっと小さめで軽いので、こっちの方がアジリティがありそうですね。ステアリングホイールはもうこのアルカンターラのやるなって感じで、この車は、ベースモデルが1000万切ってるから、
ッドアップディスプレイもあるし、エンジン音もちょっとこう V8 と違って V6 こうドドドっていう感じでいいですね。シートもバケットタイプ。皆様お待たせいたしました。キャデラック CTS-V とキャデラック ATS-V の日本での公道走行初お披露目、いかがでしたでしょうか。多分今回のエンジンはこの ATS で見ても V6 リッターのツインターボなんですけど、トルクが600ニュートン出てるんですね。これもうはっきり言ってポルシェターボと一緒なんで、なんでこんなトルク出てるんだろうっていうぐらいトルク好きで、こっちはコルベットのエンジン乗っけてますから V8 のスーパーチャージャーで、こっちは870ニュートン、もう1000ニュートンに近づくような、だから普通だったらドライブシャフトねじ切れちゃうんじゃないぐらいのトルクなんだけど、まあ、今日ちょっとトラコン失敗してウェットモードでしたから助かりましたけど、だからやっぱキャデラックって、まあ、アメリカのブランドですからね、エッジの回転高回転で上げてぶん回すよりもやっぱこうトルクで気持ちよく走る、そういうところに強さがあるし、やっぱりあとトルクコンバーターのギアボックス持ってますから、街中はすごくちょっと穏やかに乗りたいとかね。まあでもそれ以上になんかこうキャデラックのブランドのイメージがなんかちょっとこう知的なワルっていうイメージになってきたんで、これはいけるかなっていう感じしますよね。決して多分それは BM ベンツに並びたいとか勝ちたいっていうことではなく、マーケティング的にはそうなるんですけど、もう単純に気持ちよくて速くて安心して乗れる車を作ろうよっていう気概が。で面白いことに最近の自動運転系でいうとね、車線からはみ出すとみんなピーピー音が鳴ったりハンドルブルブルしたりするんだけど、キャデラックだけはお尻がブルンってくるんですよ。あ、そうなんですか。左の車線はみ出すと左のお尻がブルンってきて、でさっきもちょっとアウトインアウトやりすぎたらブルンって途中ヒルクライムの時に来ましたから、来た来たみたいな。なるほどね。じゃあもう自分みたいな人に勧めたいということなんですね。ちょっと ATS 欲しいかなみたいに思ってますけど。なるほどね。キャデラックはやはり非常に競争の厳しいヨーロッパでも頑張ってますし、開発もヨーロッパをターゲットにしますから、メイドバイキャデラック、メイド USA ってそこはちょっとシボレとはまたちょっと違うと思うんですけどね、まあ、いわゆるインターナショナルだってことですね。